皆さんこんばんは、さちです。今回は久しぶりのディズニーシリーズ、エルサをイメージしたこちらの雪ネイルをやっていきます。これからの季節にもぴったりなデザインです。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それではスタート。ベースコートは OPI のネイルエンビーを使いました。シフレの971番とベースコートを使います。971番を親指の爪先に点置きします。点置きしたカラーが乾く前にベースコートでぼかし広げていきます。ベースコートのハケは寝かせながらカラーの上澄みだけを外側に引っ張るようなイメージです。カラーをえぐらないようにハケ圧をかけずに優しくぼかすようにしてください。ハケはキッチンペーパーに拭き取ります。中指と薬指も同じように塗っていきます。スポンジにつけてポンポンしてもいいのですが、今回は濃く発色させたくてぼかすやり方にしました。この後境目部分には他のカラーを重ねるので、綺麗にぼかせなくても境目が軽くぼけていれば大丈夫です。ぼかした部分がぐちゃぐちゃになってしまったとしても、後でごまかせるのでそんなに気にしないでくださいね。カラーの上澄みをある程度外側に広げたら、ハケをひっくり返して綺麗な面を使ってぼかすと綺麗になじみます。もしカラーを足したい部分があれば、シフレ971番をパレットに少し出して、ベースコートも同じくらいの量を出して混ぜて薄めてからカラーを足したい部分に塗り足します。薄めてから塗ることで濃淡が調整しやすく、せっかくぼかした境目のニュアンス感も崩さずに塗り足せます。ぼかしに失敗した時もこのやり方でごまかせますよ。小指には971番を全体に塗ります。一度塗り目はムラは気にしなくて大丈夫です。人差し指にはキャンメイクの N82 番を塗ります。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。ケイトの BU2 番を使います。BU2 番を先ほどぼかしたネイビーの境目あたりに薄く重ねます。エルサのドレスみたいなキラキラブルー。氷のような透け感発色でとっても綺麗なカラーです。重ねる範囲はだいたい中間1/3分の1くらい。カラーの境目は目立たないようにラメを散らすようなイメージでぼかしながら重ねてください。余分な液を落としてハケ先に少しだけ液を取るようにして濃さを調整しながら少しずつ重ねてくださいね。中指と薬指も同じように重ねていきます。ネイビーのぼかしに失敗してもこちらのラメである程度隠せます。あまり濃く塗りすぎてしまうと全体的に少しうるさく見えてしまうので、ネイビーがほんのり透けて見えるくらいの濃さで重ねてください。ネイビーの境目をぼかさなくても大丈夫そうと思うかもですが、境目をぼかしておくことで境目部分がくっきりと段差のようにならずに綺麗になじみます。小指と人差し指は2度塗り目を塗ります。1度目よりも少したっぷりめに液を取ってムラを隠すようにふわっと優しく重ねてください。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。N82 番を使います。N82 番を親指、中指、薬指の全体に重ねていきます。透け感の強いブルーを重ねることでカラーの馴染みがさらに良くなるので、綺麗なグラデーションに仕上がります。ケイトのブルーラメが奥でキラキラして奥行き感も出ますよ。乾かしている間に次の作業に進みます。PA ネイルのドロー07番を使います。ドロー07番を人差し指と小指の爪先に重ねます。
最初は爪先側から重ねていって中間あたりは薄くなるようにハケに残った少量の液で塗ってください。こちらのカラーはハケが細筆のタイプなので少量ずつ塗れてラメの密度を調整しやすいです。こちらのシリーズは置いてる店舗が少ないと思うので、もし近所のお店で買えないって方はネイルホリックの SV018A を使っても大丈夫です。こちらのカラーと同じような細筆タイプのシルバーになります。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。雪の結晶シールを使います。こちらはシーインで購入したものになりますが、たくさん入って300円くらいなのでかなりお得です。シールを台紙からゆっくり剥がして親指の根元と爪先の2箇所に貼ります。爪先には少し小さめのシールにしました。シリコンペンを使ってしっかり密着させてください。中指と薬指は爪が小さいので1枚ずつ貼ります。ドロー07番を使います。先ほど貼った雪の結晶シールの間をつなげるようにラメを重ねていきます。エルサが魔法を使う時のダイヤモンドダストのようなキラキラをイメージしてます。ラインの軌道がわかるようにラインの中心はしっかり塗りつつ、ラインの周りにもチラチラと輝くような感じで塗ってます。ラインをくっきりさせるか薄くするかはお好みで OK です。お好きな濃さで塗ってくださいね。中指と薬指もラインを描いていきます。ラインの軌道は指ごとに変えて描きます。エルサ魔法で検索するとこういうキラキラのラインの画像がたくさん出てくるので、そちらの画像を参考に描いてます。シールを貼る前に描きたいラインの軌道をある程度決めてからシールを貼る位置を決めた方が失敗しにくいですよ。ラインが描けたら2分くらい乾かします。ネイルタウンで購入したダズリングパウダーを使います。すごく薄いオーロラに光るフレークです。使う分のダズリングパウダーをパレットに出しておきます。ダズリングパウダーをベースコートのハケに少しだけ取ったら、先ほど塗ったラメラインの上につけていきます。ふわふわ飛んでいっちゃうくらいすごく薄いので、ラメ以外の箇所につかないように少しずつ乗せていってください。厚みが全然ないのでポリッシュでも使いやすいアイテムです。ハケは拭き取ってください。中指と薬指も同じようにラインの上につけていきます。糊代わりに使用するのはトップコートでも大丈夫です。ハケを拭き取っても少しパウダーが残ってしまったりするので、グリッター用として用意しておくのがおすすめです。人差し指と小指は爪先のラメの部分につけていきます。ここでは乾燥時間は取らなくて大丈夫です。キラキラストーンをつけていきます。こちらもネイルタウン購入品です。雪の結晶シールの真ん中にトップコートを塗って中央にストーンをつけます。中指と薬指も同じようにストーンをつけます。ここでも乾燥時間は不要です。仕上げにトップコートを塗ります。縮みが気になる場合はキャンメイクのジェルボリュームトップを塗ってからネイリストを重ねてください。トップコートが塗れたら30分くらいしっかり乾かします。エルサイメージネイルの完成です。冬の夜空のようなひんやりとしたグラデーションに魔法のようなキラキラがすごく綺麗です。使用したものをまとめます。
右手はこんな感じです。人差し指と中指を交換して塗りました。エルサのドレスカラーにそっくりなブルーラメが奥で輝いて、角度によってピンクや緑に光るフレークが幻想的なデザイン。エルサっぽさが伝われば嬉しいです。次回は冬にぴったりな寒色系チークネイルをご紹介します。楽しみにお待ちください。またね。